例のささやきの朗読や。恐山に泊まりで行くと決めたのは、日帰りでは味わえない空気を知りたいと思ったからだ。境内の近くには参拝者向けの宿坊がいくつかある。年季の入った木造の建物で、廊下は細く、部屋はどれも簡素だと聞いていた。案内された宿坊は外観こそ古びていたが、玄関をくぐると畳の匂いと薄い線香の香りが静かに混じり合っていた。受付を済ませ、2階の端の部屋に通された。障子を開けると、小さな窓から境内の一部と遠くの山の稜線が見える。部屋の真ん中には布団が一組敷かれており、隅には低い机と湯飲みが2つ置かれていた。壁は薄く、廊下を歩く足音や他の部屋の襖が開け閉めされる音が柔らかく伝わってくる。それでもここだけ時間の流れが切り離されているような密度の違う静けさがあった。夕食を済ませた後、境内を一周し、風車や地蔵に手を合わせてから部屋へ戻った。外はすっかり暗くなり、宿坊の廊下には天井に取り付けられた小さな照明だけが点々と灯っている。人の気配はほとんどなく、遠くの部屋でかすかに話し声がするほかは、建物そのもののきしむ音だけが耳に残った。布団に横になり明かりを消す。天井の木目が暗闇の中でゆっくりと溶けていき、やがて見えなくなる。目を閉じても頭のどこかで恐山の白い砂地と硫黄の匂いだけがくっきり残っていた。うとうと仕掛けた頃、遠くで襖の開く音がした。それに続いて廊下をトントンと歩く足音が一定の間隔で近づいてくるのが分かった。足音は急ぎもしなければためらいもしない。誰かが用事を済ませに歩いているというより、決まった順路をなぞっているような律儀さだった。音は一度俺の部屋の前あたりで止まった。襖一枚を隔てた向こう側で畳がわずかに沈む気配がする。息を殺して耳を澄ませている間に、足音はまた何事もなかったかのように通り過ぎていった。二度目に足音に気づいたのは真夜中だった。目を覚ましたきっかけが何だったのかは自分でもわからない。ただ部屋の空気が一段冷え、布団の中の温度だけが取り残されているような違和感があった。耳を澄ますと、廊下のずっと奥の方で先ほどと同じ足音が聞こえ始めていた。トントントン。履き慣れた足袋で畳を踏むような乾いた軽い音だった。その一定のリズムは迷いもなくこちら側へ近づいてくる。途中で止まることも、他の部屋の前で
揺らぐこともなかった。やがて足音はまた俺の部屋の前で止まった。襖一枚の向こう側で床板がきしむ。誰かがそこで立ち止まり、こちらの気配を伺っているような長さだった。声をかけるべきか迷い、喉がひりつく。結局何も言えないまま時間だけが流れる。やがて今度は一歩、また一歩と襖に沿って横へ移動する音がした。部屋の端から端までゆっくりと壁をなぞるように足音が動く。まるで薄い板一枚を挟んだこちら側の空間の形を確かめ直しているかのようだった。足音が完全に遠ざかるまで布団の中で身じろぎ一つできなかった。明かりをつける勇気も出ず、闇の中で耳だけがやたらと冴えている。ようやく眠りに落ちたのはかすかな鳥の声が聞こえ始める頃だった。翌朝、廊下に出ると板の表面に細かな擦り傷がいくつも走っているのに気づいた。ここが古い建物であることを考えれば不自然ではない傷だが、俺の部屋の前だけ畳との境目の部分が集中的に白く削れていた。宿の人にそれとなく夜のことを尋ねると、遅くまで起きていた人はいなかったはずですよ、とだけ返ってきた。その言い方は否定とも肯定ともつかない、どこか言葉を選んだような響きを含んでいた。その返事を聞いたとき、自分が口にした足音という言葉だけが畳の上に取り残されたような気がした。言葉の重さに宿坊そのものがわずかにきしんで答えたような感覚があった。2泊目の夜も同じ宿坊に泊まることになっていた。日中は恐山の別の場所を回り、地蔵や岩場を見て歩いた。夕方、宿に戻る頃には足の疲れと一緒に昨夜のことも少し薄れかけていた。それでも廊下の自分の部屋の前を通るときだけ視線を足元から離せなかった。その夜も早めに布団へ入り、明かりを落とした。建物全体がゆっくりと沈んでいくような静けさの中で壁の向こうの気配を探る。最初のうちは何も起きず、遠くの部屋からかすかな咳払いが聞こえる程度だった。どれくらい時間が経った頃か、廊下の奥であの足音が始まった。昨夜と同じ速さ、同じ高さの音だった。違うのは足音が一度も途切れずにまっすぐこちらへ向かって来ているとわかることだった。音は部屋の前で止まらなかった。襖の前を通り過ぎた後でピタリと消えた。代わりに布団のすぐ横の畳がふわりと沈む。誰かがそこに立っている時特有の静かな重みだけが伝わってくる。沈黙の中で
自分の呼吸だけが不自然に大きく聞こえる。その淵をなぞるようにして畳を踏む音がごく小さく布団の周囲を回り始めた。トントントン。足音は枕元から足元へ、足元から再び枕元へと円を描くように移動をする。決して布団の上には乗ってこない。ただ布団の端ギリギリを何度も確かめるように踏んでいく。やがて足音がピタリと止まった。次の瞬間、掛け布団の端が指で押されたように沈んだ。そのくぼみはそのまま戻らなかった。明け方、恐る恐る布団をめくると、畳にはあと一つ残っていない。けれど、布団の端だけが内側へ折れ曲がり、誰かの足の形をなぞったような角度のまま固まっていた。俺は宿を立ち、自宅に戻った夜、廊下の電気を消して寝室へ向かうとき、背後でトントンと小さな足音が2歩だけついてきた。振り向いた先には何もなかったが、板の一部が宿坊と同じように白くすり減っているのが薄い明かりの中で見えた。夜の参道にポツンとあるコンビニは明かりがあるだけで成り立っているような場所だ。客はほとんど来ない。静けさの方が店内より濃い。ガラスに映る自分の姿すら外の闇に溶けていきそうな夜だった。その日は品出しの担当でカップ麺の棚を整えていた。段ボールを開けて並べていると、棚の奥に何か白いものが見えた。最初は照明の反射だと思った。ライトがステンレスの奥に反射をすることはよくある。だが白は白でも丸みを帯びた白だった。曇りガラス越しのようなぼやけた白。俺はしゃがんで覗き込む。なんとそこに人の首のような形があった。顔ではない。輪郭だけが首の形に近い白い塊がカップ麺の列と同じ並びで置かれていたんだ。髪も目も鼻もない。ただ白い丸。だが高さも大きさも人の頭部に近い。光が当たると表面がわずかに濡れているように見えてきた。心臓の音が冷蔵ケースのモーター音と混ざって耳に響く。棚の奥をそっと触れようとしたが、指先が無意識に止まった。触れたらいけないというより、触れた瞬間に反応される気がした。背後で自動ドアが一度だけとなった。入店音だ。反射で振り返るが誰も来ていない。
風もないのにドアだけがわずかに揺れていた。再び棚の奥を見る。白い首の形は少しだけ角度を変えていた。先ほどよりこちらを向くように傾いている。棚の奥には手を伸ばしても届かない空間があるはずだ。店の構造上、裏側はバックヤードにつながっている。そこに何かが潜んでいる可能性が頭に浮かんだ。棚の下段から小さくカサッと音がした。紙袋が擦れる音ではない。何かが湿った床を引きずるような粘りのある音。胸の奥がキュッと締まる感覚がした。棚を元に戻そうとすると、並べたばかりのカップ麺の列の一番端に白い丸がまた一つ増えていた。それは確かにさっき触れようとした首の形と同じ大きさだった。俺は商品を落とし、何も考えずレジまで後退した。棚の奥から視線のようなものが追ってきた。輪郭しかないのに、確かにこちらを見ている気配があった。レジの明かりの下に立っても寒さが皮膚に張り付いたままだった。そしてその夜はまだ終わりではなかった。レジ前で息を整えていると、店内の照明が一瞬だけ弱まり、すぐ元に戻った。その短い暗転の間に空気の流れが変わった気がした。見たくなかった。だが見ないと位置を見失う気がして、俺はゆっくりと視線を向けた。カップ麺の棚の前にあの白い首の形が3つ並んでいた。さっきまで棚の奥にあったはずのものが、まるで商品みたいに整列している。どれも輪郭は曖昧で、顔はなく、ただこちらへ向かっている角度だけが不自然に揃っていた。レジ横のカメラモニターを見ると、棚の下の段、さらに奥の影にも白い丸がいくつも点在していた。モニター越しだと光に照らされず輪郭もくすんで見えた。それでも動いた。モニターの中で白い丸がずるりと棚の奥へと引っ込んだ。白い丸がずるりと棚の奥へ引っ込んだ。別の丸がこちらへ寄るように角度を変えた。俺はバックヤードへ逃げ込もうとした。だがその瞬間、店内の自動ドアが開いた。入店音もなく、風もなく、ただ静かに。外を見る。客どころか車も通っていない。山の濃い闇だけが広がっている。だがレジへ戻る途中の床に濡れた跡が点々とついていた。丸い、人が歩いた形ではない。
まるで首をそのまま床に置いて転がしたような、そんな丸い跡。棚に視線を戻す。白い首の形が5つになっていた。明らかに増えている。そのうちの一つは棚の外へ転がり出て、まるで誰かの足元を探すようにゆっくりと向きを変えた。俺はレジ奥の非常用スイッチを押し、天外へ逃げ出した。山の冷たい空気が肺に刺さったが、それでも店の方が怖かった。外からガラス越しに店内を見ると、白い丸が一つガラスの向こう側にピタリと張り付いていた。輪郭しかないのに、まっすぐこちらを向いているとわかる角度だった。翌朝、店長と一緒に確認をしたとき、棚の奥にも床にも何も残っていなかった。カップ麺の陳列だけが妙に乱れていた。ただ一つだけおかしな点があった。ガラスの外側、俺が見た位置にだけ、はっきりと丸い霜の跡が残されていた。人の顔より少し小さな濡れた首の形を思わせる跡だった。それ以来、俺はあの棚だけは絶対に背中を向けないようにしている。呪物を扱うようになって10年になる。正確に言えば、集めているというより、寄ってくると表現した方が近かった。骨董市や古物商から買い取ることもあるが、妙に向こうから転がり込んでくる品の方が圧倒的に多かった。拾ったり、郵便受けに入っていたり、玄関前に置かれていたり。その日も仕事帰りに会社裏の抜け道を歩いていたとき、足元に一つのお守りが落ちていた。色は汗、紐は擦り切れ、持ち主が長く肌身離さず持っていたのが分かった。しかし奇妙だったのは、まるで昨日作られたみたいに汚れがないことだ。雨の跡も、ほこりも、アスファルトの黒ずみもついていない。呪物を扱う者の感覚として一番嫌な清潔さだった。拾い上げた瞬間、布の中で何かが動いた気がした。虫ではない。もっと形の曖昧な温度のあるものがゆっくりと指先に寄ってくる感触。だがこの手のものには慣れている。俺は持ち帰る前提でポケットへ入れた。俺の部屋には呪物の扱いに慣れたものが整えるべき手順がある。帰宅後、まず玄関の棚に置き、状態を確認し、必要があれば隔離をする。その夜も同じように棚に置き、触れてはならない部分を確かめるために照明を少し落とした。気配が
弱すぎた。呪物なら本来持ち主の残した念や道具そのものに染みついた歪みが匂う。だがそのお守りはまるで空っぽの袋だった。それが逆に不気味だった。空っぽのものが一番厄介なことを俺は知っている。そのまま棚に置き、何も感じないまま夜になってしまい、寝た。翌朝、玄関に来て固まった。お守りが棚の上のいつもの位置に置かれていた。俺が呪物を管理するときだけ使う定位置。そこに昨日置いていないはずのあのお守りがまるで最初からそこにあったように座っていた。棚の定位置に置かれたお守りを見た瞬間、まず思ったのは、俺は昨夜ここに置いていない。呪物を扱うときは必ず手順を守る。棚の左側は家に入れてはいけない可能性のあるものを仮置きする場所。右側が管理対象として扱う定位置。お守りは右側にあった。持ち帰ったばかりの呪物をそんな場所に置くはずがない。眠気のせいで間違えたという可能性も一応考えたが、昨夜棚の左側に置いた映像が頭の中に鮮明に残っている。なら誰が動かした？その瞬間、玄関の静寂の中でわずかに空気が揺れた。風でも換気でもない。誰かが立っていた高さの空気だけがゆっくり冷えていく時の感触だった。お守りを手に取って裏を確認した。布は硬い。紐も古い。壊れやすい構造はしていない。それでも中身だけが重くなっている。昨夜持ち帰った時はただの空袋のように軽かった。だが今は砂を一握り詰めたほどの重みがある。中を開ければわかるはずだが、呪物コレクターとしての経験で触れてはいけない時の重さだと直感した。さらに奇妙なのは、お守りそのものではなかった。棚の定位置は俺しか知らない。友人も家族も合鍵を持っていない。宅配業者が勝手に入る形の部屋でもない。つまり昨日拾ったお守りは俺の家の中で俺の動線を理解した位置に移動をしたということになる。そこまで考えて背筋が冷えた。家を知っているというより、俺の癖をすでに学んでいる動きだった。その瞬間、寝室の奥の方からごくわずかな音がした。小さな木片が床に落ちたような、そんな音。だが俺の家に落ちるような木片なんて置いていない。音の方向を見て思わず息を飲んだ。寝室の入り口の少し手前、床の上にもう一つ小さな布片が落ちていた。昨日拾ったお守りと全く同じ布。
同じすれ、同じ色あせ、同じ糸のほつれ、まるでお守りそのものが部屋の奥へ誰かを導くようにちぎって落としたみたいだった。床に落ちた布片はお守りそのものと全く同じ質感だった。拾い上げると指に吸い付くような湿り気がある。夜露のような冷たさだが、部屋は暖房が入っている。外から持ち込まれたものではない。いや、そもそも俺の家の中で同じ布が発生をするという状況が異常だった。もう一度玄関の棚に戻ると、そこに置いたお守りは少しだけ角度が変わっていた。昨夜、棚の左側にそれは置いた。朝起きたら右の定位置に移動をしていた。そして今、数分前に見た位置からさらにゆっくり右に回転をしている。俺は呪物コレクターとしてどうしても確かめたいことがあった。お守りが自力で動いているなら、その動きには意図がある。棚の位置、家の作り、俺の生活動線、それを理解しているとしか思えない移動だった。なら、この家のどこを知りたいのか。そして落ちていた布片が寝室の方向を示していた理由。俺はゆっくり寝室の入り口まで歩いた。照明はつけず、薄暗い廊下のまま。その瞬間、寝室のドアの隙間からふっと小さな影が横に滑った。人ではない。もちろん動物でもない。ただ、お守りの形をした影が走ったようにしか見えなかった。胸の奥で何かが引っかかった。このお守り、家じゃなくて住人そのものを覚えようとしている。寝室の奥から布が擦れるようなわずかな音がした。足音でも呼吸でもない。布団の端を誰かがつまんでゆっくり引きずるような、そんな音。俺は反射的に電気をつけた。明るくなった寝室の中央、そこに昨日拾ったお守りが立っていた。床に接しているはずのない底面だけが畳の上にまっすぐ沈むようにして存在していた。玄関の棚に置いたはずのお守りが布片を落としながらまっすぐ俺の寝室まで移動してきたらしい。そして俺の寝具のすぐそばにピタリと向けられていた。まるでここがお前の弱い場所だろうと、そう告げるみたいに。その日からお守りは家のどこかへ勝手に移動するようになった。棚、台所、浴室、ベッドの脇。気がつけば俺が必ず通る場所に現れる。処分？そんなの無理だった。手を触れた瞬間、あの日よりさらに重くなっていたんだ。
重さじゃない。気配の密度が濃くなっていた。今も家のどこかにいる。明かりを消すと小さな布の擦れる音が必ず聞こえる。まるで住人のすべてを覚えきるまで家の中を歩き続けるつもりでいるように。一人旅の最初の夜、山あいの小さな民宿に泊まった。最寄り駅から歩いて20分。街灯も途切れ、山風で草が揺れる音ばかりが続く。古い木造の建物は玄関の明かりだけがぽつりと浮かんでいて、人の気配はほとんどない。だが、こういう静かな場所が好きで、俺は迷いなく玄関をくぐった。呼び鈴を鳴らすと、奥からおかみがゆっくりと姿を見せた。白髪混じりで、どことなく疲れたような、そんな表情をしていたが、対応は丁寧だった。ただ、俺の顔を見た瞬間、ほんの1秒だけ動きが止まった。驚きとも違う。確認をするような目と言った方が近い。予約していた山口です。そう言うと、おかみは一泊置いてから微笑みを作り、名簿を開いた。古びた宿帳には今日の日付の欄がある。おかみはそこに俺の名前を書こうとしたが、ペン先が途中で止まった。あれと小さく漏れた声は俺に聞かせるものではなかった。だが、はっきりと耳に届いた。どうかしましたか？そう尋ねると、おかみは慌ててページをめくり、何度か確かめるような手つきをした後、こちらを見た。いえ、何でもありません。すぐご案内しますね。そう言われたが、不自然さは残ったままだった。部屋に案内される廊下は細く、磨かれているのに、どこか冷たかった。客室の前で、おかみがふと足を止めた。失礼ですが、と少し迷ったように目を伏せ、おかみは言った。お客様、昨日もいらしてましたよね。その一言だけで、喉の奥がゆっくりと固まっていく感覚があった。俺は昨日、この県にすら来ていないんだ。昨日もと思わず聞き返すと、おかみは眉を寄せ、こちらの反応を慎重に探るように視線をそらした。ええ、昨日の夕方に到着されて、荷物も同じ、服装も全く同じでした。そんなはずはない。昨日の俺は仕事を終え、自宅で荷造りをしていただけだ。その夜に出発したわけでも、前乗りしたわけでもない。人違いじゃないですか？なるべく穏やかに言ったが、
声が少しこわばっていた。おかみは首をゆっくりと横に振る。いえ、あれはお客様でしたよ。私、見間違えるほど人を覚えられないわけではありませんから。あれと呼んだのが妙に引っかかった。あの人ではなく、あれ。だがそれを深く追求するのはなぜか本能的に避けたくなった。部屋に入り荷物を置いても胸のざわつきは収まらなかった。窓の外は山の斜面が真っ黒に伸び、風で木々がかすかに揺れている。遠くの県道を走る車の音も届かない。とにかくお風呂で汗を流そうと浴場へ向かった。廊下には誰の気配もなく、磨かれた床板に自分の足音だけが続く。浴場の扉を開けると湯気がゆらりと押し出されてきた。湯船は一つ、洗い場も一つ。古い民宿らしく最低限の設備だ。俺は浴槽の縁に腰を下ろし、湯に足を入れた瞬間、背後の脱衣所でガタンと何かが落ちる音がした。振り返ると棚に置いていた俺の着替えが床に散らばっている。風は通ってはいない。動物が入り込むような隙間もない。ただ落ちただけならまだいい。問題はその上に何かの湿った足跡が一つだけ残っていたということだった。大人の足より少し小さい。形は人に似ているのに指の位置がわずかに不自然だ。俺は無理やり呼吸を整え、足跡を見ないようにして湯に全身を沈めた。しかし落ち着くどころか、背中に視線のような重さがまとわりついた。浴槽の反対側の壁、鏡張りになっている板がある。湯気で曇っているはずなのに、そこだけ妙にクリアに見える。鏡の奥、やけに白い顔の輪郭がうっすらと浮かんでいた。俺は目を閉じた。見てはいけない。そう思った。だが、目を閉じていても、鏡の前に誰かが立っているのが分かった。その瞬間、脱衣所の方でまた音がした。カチャッと鍵が回る音だった。中から誰かが扉を施錠した。鍵が閉まる音を聞いた瞬間、全身の毛穴が一気に開くような感覚が走った。浴場は小さく逃げ場なんてない。湯から上がるべきか、そのまま潜むべきか判断ができず、ただ耳を澄ませる。脱衣所の床板がゆっくりと沈むようになった。誰かが歩いている。俺の着替えの方へと確実に近づいている。湯気の向こうで足音は一定のリズムで止まった。
どれくらいの距離か曖昧だが、すぐそことしか思えない。鏡は相変わらずうっすらと白い輪郭だけを映し続け、形は人だが立ち方がどこかおかしい。肩が妙に落ち、首が少し傾いていて、まるで重心の位置が間違っているような人形のようだった。俺は震える手で湯船の縁をつかんだ。立ち上がる気力を絞り、湯から足を抜いた。その瞬間、脱衣所の照明がパンと音を立てて消えた。完全な暗闇。湯気の中に息の音だけが浮かんだ。その瞬間、声にならない声が脱衣所のどこかで漏れた気がした。人の声に似ているのに響きが浅すぎて、生きているものの喉から出た音には聞こえない。手探りで浴場のドアへ向かおうとしたとき、俺の足元で何かが動いた。濡れた指のような感触がかかとをそっと押した。反射的に逃げるように扉へ飛び、力任せに押す。鍵は閉められたはずなのに、なぜかあっさりと開いた。脱衣所は真っ暗で、どこからも人影は見えない。ただ、俺の着替えだけが丁寧に畳み直され、棚には奇妙な形の水滴が残っていた。その形は浴場で見た足跡と同じだった。慌てて部屋へ戻り、荷物をつかんで玄関へ向かう。おかみが驚いた顔で立っていた。どうされました？すいません。出ます。今すぐに。そう言うと、おかみはしばらく黙り、視線を落としたまま、ささやくように言った。昨日来た方も、同じことを言って出て行かれました。え？昨日の俺ですか？おかみはゆっくりと首を振った。違います。昨日いらしたあの方はお客様の部屋から出てきたんです。でも影が薄くて歩き方も普通じゃなくて、あれは生きている方には見えませんでした。息が止まった。だから私は今日また同じ顔の方が来たから、てっきり戻ってきたんだと思って。おかみは震える声で続けた。お客様の昨日は多分ここに別の形で来ていたんですよ。玄関を出ると背後で木戸がきしむ音がした。振り返る勇気はもうなかった。俺は二度とその民宿の前を通ってはいない。次に行けば何が起こるかわからないからだ。夜明け前の海はやけに音が少なかった。エンジンの低いうねりと
船底を叩く小さな波の音だけが続き、空も海も同じ暗さで境目が消えていた。俺たちは深場へ向かっていた。前日から続けている漁場調査の延長だ。その途中、潜水作業員の村瀬が急に耳に手を当てた。誰も話していないのに何かが聞こえるのか、眉を寄せて周囲を見回す。下から声がするんだ。そう言った瞬間、甲板の空気が変わった。風が止み、船が揺れなくなる。海面がまるでガラスみたいに静止した。船長が村瀬に近づき、耳元で声をかけた。声ってどんな？村瀬は答えず、ただ真下の海を見つめていた。その目が何かを聞いている目だった。俺も船べりによって耳を澄ました。最初は何も聞こえない。ただ静けさが濃すぎて、海が息を潜めているみたいに思えた。その時だ。海の底から細い響きが這い上がってくるような感覚がした。音というより、胸の中の奥底を触られるような震え。耳ではなく体で拾うような低くて細い波。それが言葉みたいに連なっていた。おいで。まだだよ。そこじゃない。聞き取れたのはたったそれだけ。だが確かに声だった。村瀬はふらつきながら船べりにより、今にも海に身を乗り出しそうになった。船長が慌てて肩をつかむ。おい、落ち着け。村瀬の唇が小さく動いた。呼ばれてるんだ。ずっと下から。その時、船体が突然きしむような音を立てた。潮の流れとも波とも違う揺れ。真下に何かがついた重み。そして引っ張られている感覚。船底から泡が一つだけ上がってきた。その泡が割れる瞬間、声がはっきりした。聞こえてるんだろう。その声だけは海を通した音ではなかった。頭の奥で直接鳴るような拒めない響き。村瀬は青ざめ、震える手で耳を押さえた。ずっと前から聞こえてた。でも今日のは違う。近い。すぐ下まで来てる。船長が舵を切ろうとしたが、船はほとんど動かなかった。海が船を掴んで離さない。村瀬は耳を押さえたまま船べりから
動かなかった。海を覗き込む姿勢のまま、何かに惹かれるように体が前へ傾く。船長が再び肩を支えたが、村瀬は弱々しい声でつぶやいただけだった。下で呼んでる。こっちに気づいてる。その言葉と同時に船底が鈍く沈むような感覚が走った。波ではない。海の何かが船を押さえつけている。舵を切ってもエンジンをふかしても、船首はわずかに震えるだけで向きが変わらない。まるで海面全体が固まっているようだった。俺は船べりからそっと身を乗り出し、海を見た。暗い。普段なら朝に向かう薄明かりが水中へ溶けるはずなのに、黒い膜を張ったみたいに何も見えない。深海の底をそのまま引き上げてきたような、そんな濃さ。その時だった。海面がゆっくりと膨らんだ。泡でも波でもない。あからさまに下から押し上げる動き。盛り上がった部分がしばらくその形を保ったまま、わずかに左右へ揺れた。村瀬が小さく息を飲んだ。その声にかぶさるようにまた聞こえた。一人じゃないだろう。おいで、こっちへ。ささやきは言葉として聞こえていたが、耳では拾えなかった。頭の内側を爪で軽く弾かれるように内側から響く。それが徐々にはっきりしてくる。村瀬が膝をつき、船べりへ手を伸ばした。掴むというより、誰かに手を差し出すみたいな角度。返事をしないと静かにならない。まるでささやきと会話でもしているようだった。その時、船底が強くきしんだ。揺れではない。沈めようとしている圧力。船長が怒鳴った。おい、海へ出るな。しかし、村瀬は聞いてはいなかった。ささやきが強まるほど、表情がうつろになっていく。俺は急いで彼を引き戻した。だがその瞬間、海面の真下から泡が連続して上がり、船体がゆっくりと傾いた。傾く方向は村瀬が立っていた場所。まるで海の下の何かがその一点を狙って押しているようだった。ささやきは続く。聞こえるな。なら、おいで。すぐそこだ。俺たちは気づいた。これは深海の声じゃない。誰かの呼ぶ声ではない。船を降りた人間を
そこへ連れて行くためのささやきだ。そして今、確実に船の真下へと来ている。船が傾いたまましばらく動かなかった。周囲の海は凪のままなのに、船底だけが沈みかけているような、そんな重さ。村瀬は震えた手で耳を押さえ、視線を下へ向けたままつぶやいた。呼んでる。すぐそこにいる。その声は自分に言い聞かせているというより、誰かに返事をしているようだった。船底の真下からゆっくりと泡が上がってきた。一つ、また一つ。数が増えるたびに泡の音は低く重くなっていく。まるで巨大な何かが深く息をしているようだった。船長がエンジンを最大に入れる。だが船はびくともしない。海が船体の底を掴んで離さない。俺は怖さよりも村瀬の表情が気になって仕方がなかった。彼の目は焦点が合っていない。何かを見ているのに、その何かは俺たちには見えない。村瀬の口が小さく動いた。待ってて。今、行くから。その瞬間、船底が一気に沈んだ。ゴーッという水の水圧が足元から突き上げる。船全体が数十センチ沈み込み、デッキが震えた。海面の一部が盛り上がった。それは波ではなく、何かがすぐ下にある膨らみだった。船長が叫んだ。みんな、伏せろ。俺は慌てて手すりにつかまった。次の瞬間、膨らんだ海面がゆっくりと形を変え始めた。輪郭がある。だが、はっきりしない。濃い影が水の中で揺れ、近づくほど形が曖昧になっていく。まるで深海の暗闇そのものが海面に触れようとしているみたいだった。村瀬は立ち上がろうとした。呼ばれてる。返事しなきゃ。俺は反射的に彼の腕をつかみ、全力で引き戻した。その瞬間、盛り上がった海面がぬるりと割れた。黒い影が海中から中途半端に姿を出しかけていた。腕か頭か形は判別できない。ただ確実にこちら側へと伸びようとしていた。おいで。ささやきが今度は明確に聞こえてきた。耳ではなく直接脳に触れられたような感覚で。船長が叫びながら舵を切った。
祈るようにエンジンを吹かし続ける。すると突然、海面の影が引っ込んだ。泡が激しく散り、盛り上がっていた部分が一気にしぼむ。船体が急に軽くなる。海が手を離したように。次の瞬間、船は大きく前へ跳ねるように動き出した。俺も船長もしばらく何もできなかった。だが村瀬だけが耳を押さえたまま震えていた。まだ聞こえる。遠くなっただけだ。まだ呼んでるよ。俺たちは帰港できた。だが帰れたのは船だけだ。海の底にはまだあのささやきが残っている。そして今も時々思う。あの影は本当に諦めたのか。それともまた別の船を待っているのか。深海は静かだ。静かすぎる。呼ぶ声が届くように。渓流沿いの細い踏み跡を歩く時のあの湿った土の匂いが好きだった。街の喧騒がすっかり遠のき、足音と沢の流れだけが耳に残る。この場所は昔から人があまり入らない。だからこそ俺は夏の終わりになると必ずここに来て一晩を静かに過ごすようにしていた。その日も特に変わったことはなかった。気温はやや低く、風は弱い。夕暮れが沈み切る前に河原に着き、テントを張る予定でいた。苔が濡れて滑りやすくなった石を避けながら歩いていると、次第に沢の音が近づく。川の流れが見える手前、そこで俺は足を止めた。河原の奥に小さな橙色の揺らぎが見えた。最初は夕日かと思った。しかし違う。あれは焚き火の光だ。こんな時間に、こんな場所で。しかも近づいていくうちに妙な違和感が強くなっていった。焚き火の周りに人の姿がない。普通なら荷物や椅子、何かしらの形跡があるはずだ。ところが石で囲まれたその日は、誰かがついさっき組んだように綺麗で、薪も崩れず、まるで管理された火のように安定して燃えていた。おかしいな。つぶやきは風に消えた。この河原は俺が長く使ってきた場所だ。他のキャンパーと鉢合わせたことなんて一度もない。ましてや焚き火だけ残してどこかに行く理由も思いつかない。近くに人が隠れている気配もない。足跡も荷物の跡も踏み荒らされた草もなかった。それなのに火だけが一つ
そこだけを照らして燃えていた。炎の揺らぎを見つめていると、不意に背中がひやりとした。誰かに見られているような、そんな感覚が、じっと首筋に張り付く。だが振り返っても、夕闇が濃くなりゆく森が広がっているだけだった。俺は焚き火から目が離せなくなった。自然の中で炎を見るのは好きだが、この日はどこか違う。自然の中で炎を見るのは好きだが、この炎はどこか違う。そこにあるはずじゃないものが、無理やり存在しているような、そんな不自然な明るさだった。やがて火の中心にある薪がパチリと弾けた瞬間、その光の奥に黒い何かが一瞬だけ立っていたように見えた。気のせいだろうか、そう思ったが、胸の奥がうまく呼吸できない。この焚き火は誰が何のために？不意に風もないのに炎が強く揺れた。俺の方へと身を乗り出すように。胸の奥で嫌な予感が膨らんだ。この火に近づくべきじゃない。そう思って足を引いた。足を引いた瞬間、焚き火の揺れがふっと弱まった。さっきまでこちらへと手を伸ばすように燃え上がっていた炎が、まるで興味を失ったかのように急に静かになる。その落差が妙に生々しく、俺はしばらくその場から動けなかった。どこかに人がいるかもしれない。単なる勘違いで俺が勝手に不安になっているだけかもしれない。一度冷静になろうと深呼吸をして耳を澄ませたが、沢の音以外何も聞こえなかった。距離を保ったまま周囲を見渡す。焚き火の明かりが届く範囲は淡く照らされているが、その外側は一気に闇が濃くなる。木々の影が複雑に重なり、どこかで何かが動いても気づけそうになかった。誰かいますか？声をかけた。自分でも驚くほど小さな声だった。返事はない。沢の音が静かに重なるだけだ。仕方なく少しだけ近づくことにした。炎の色がやけに均一だ。薪の量に対して火力が強すぎるようにも見える。石で囲まれた焚き火台の縁を観察しようと身を寄せた瞬間、足元の砂利に濡れた跡があった。まるで誰かがそこに立っていたように、丸い人影の跡がいくつもあった。だがその跡は一定の場所にぽつりぽつりと残っているだけで、そこへ至るまでの足跡が一切ない。川辺は土が柔らかいから、普通なら歩いただけで跡がいくつも残るはずだ。なのに立っていた地点だけがくっきりと濡れている。なんでだよ。と声が自然と漏れた。その瞬間、炎がまた揺れた。
今度は俺の横を通り抜ける風もないのに、真横に倒れるように揺れたんだ。次の瞬間、俺の耳元で何かが囁いた。あったかいだろはっきりと聞こえた。人の声だ。低く息の混じった声。俺は反射的に身をひねって後ろを見た。誰もいない。黒い森と冷えた空気とゆっくりと流れる沢だけだった。俺は喉が渇き、冷や汗が首筋を落ちた。もうここを離れた方がいい。そう思って後ずさろうとした瞬間、焚き火が再び大きく揺れ、炎の中心に焦げた薪が崩れ落ちた。その奥で何かがこちらへ顔を向けていた。燃えている薪の隙間、黒く開いた空洞からじっと覗くような影。目らしき光はなく、ただ黒い奥行きがある。それでもそいつが俺を見ていると直感的に分かった。息を飲んだまま一歩下がった瞬間、焚き火の炎がまるで誰かが息を吹きかけたように一気に弱まった。闇が広がる。河原が急に暗くなる。まずい。ここで火が消えたら距離も方向もわからなくなる。俺は一瞬迷い、そして決めた。テントを張るなんて無理だ。このまま戻るしかない。そう思って背を向けた瞬間、足元の砂利がわずかに沈んだ。誰かがすぐ後ろに立った、そんなような重みがかすかに伝わってくる。振り返りたくなかった。それでも何かが俺の服の背中を軽くつまんだような感触がして、俺は反射的に肩越しに目だけを向けた。だが誰もいないんだ。森の闇だけが揺れている。けれど確かに何かが触れた。その感触だけが背中に残っていた。歩き出すと砂利の音がいつもより重く響いた。まるで足元そのものが湿っているみたいに。ふと気になって足跡を見下ろすと、さっき焚き火のそばで見たものと同じ濡れた跡が俺の足跡に重なるようにして続いていた。それはついてきているんだ。そう確信した瞬間、体の奥が冷たくこわばった。早くこの場から逃げなければと足を速めた。しかし沢の音がやけに遠く聞こえる。風も止まり、森全体が静けさに包まれる。周囲の輪郭がわずかにぼやけ、景色そのものが重なり合うように揺れていた。数十メートル離れたはずのあの焚き火が、振り返るとまだすぐ後ろにあった。ありえない。俺は明らかに川沿いをまっすぐ歩いていた。なのに焚き火の炎がまるでついてきているように一定の距離を保って揺れている。
やめてくれ。声に出たのか、心の中だけか、わからない。ただ、足が勝手に動き、森の出口へ向かって走り出していた。枝を踏み、石に足をぶつけながら必死にかけた。ようやく見覚えのある曲がり角を抜けたところで、視界の奥にふっと街の明かりが滲むように見えた。その瞬間、背後の気配がすっと消えた。森の闇がただの闇に戻った。胸が痛いほど息が荒れていたが、足を止める気にはなれなかった。そのまま車を止めてある場所まで戻り、ドアを閉めた瞬間、初めて震えが来た。もう二度とあの渓流には行かない。そう思った。だが1週間後、どうしても気になって同じ場所へと向かってしまった。恐る恐る河原まで降りると、そこに誰かが最近まで焚き火をしていた跡が残っていた。石の組み方、薪の並べ方、火を管理したような整った跡。あの日と全く同じ形。その中央に一かけらの黒い炭が残っていた。触れようと近づいたとき、炭が風もないのにパチッと音を立てた。燃えていた焚き火の最後の一かけらみたいに。俺は思った。あの日は誰かのものじゃなかった。あそこに居座る何かが夜になるたびに火を灯しているのかもしれない。帰ろうとしたとき、足元の砂利がひやりとした。濡れていた。俺の足跡だけじゃない。河原の奥へ続く濡れた足跡がずっと先まで並んでいた。あの焚き火から俺の車の方向へと。帰省した実家は以前と変わらず静かだった。俺は夕飯を済ませ、自分の部屋に戻る前に廊下に並ぶ襖の前を通った。仏間と続き間を仕切る古い襖で、子供の頃から何度も見てきたものだ。そのうちの一枚が妙な角度でずれていた。通常ならまっすぐ閉まっているはずなのに、上だけが数センチ開いている。まるで内部から誰かが押したような、そんな不自然な歪みだった。俺は指で襖を軽く押し戻した。ゆっくりと閉じる。そして俺は自室へと戻った。夜中、喉が渇いて台所へ行く途中、再びその襖の前を通った。すると、さっき戻したはずの襖が、今度は下だけずれていた。上は閉じているのに、下が数センチだけ開いている。まるで何かが地面に伏せた姿勢で中にいるような形に。ぞっとした俺は足早に飲み物を取って戻ろうとしたが、背後でスッとかすかな音がした。
振り返ると、襖がまたゆっくりと元の位置に戻りつつあった。誰も触っていない。もちろん風もない。なのに襖は勝手に少しずつ歪んだ形からまっすぐへと戻っていく。見てはいけないものを見るような気がして急いで部屋へと戻った。明け方近くうとうとしていると廊下の方からカタンと音がした。嫌な予感を抱えながら襖のところへ行くと、今度は左右の片側だけまるで何かの肩幅ほどの幅で開いていた。その幅は見覚えがあった。幼い頃に亡くなった親戚の子供。小柄だったあの子が通れるだけの幅。俺は固まったまま開いた襖を見つめ続けた。そして襖の奥の暗闇でほんの一瞬だけ何かが横を通る影の気配を感じた。襖の向こうを何かが横切ったような、そんな気配。気のせいだと自分に言い聞かせながらも、心臓の鼓動だけが異常に大きく響いていた。俺はそのまま朝まで眠れず、朝食の席で思い切って祖母に話してみた。昨日さ、襖が勝手にずれてたんだよ。上が開いたり、下が開いたり、なんか誰かが通ったみたいな、そんな幅で。祖母は箸を止め、ふーと深くため息をついた。見えたんだね。あれはあんたが子供の頃に一緒に遊んでくれたあの子だよ。胸の奥がひやりとした。幼くして亡くなった親戚の子供。その名前すら口にしづらい存在。なんで襖があんな風に？祖母はしばらく考え、静かに語り始めた。亡くなる少し前まで、あの子はね、よく仏間で遊んでいたの。かくれんぼの時、必ずあの襖の向こうに隠れる癖があってね。見つからないようにそっとずらすんだよ。上を少し、下を少し、今度は横を少し。俺の背中に冷たいものが走った。昨夜のずれ方、その順番、全部幼い子が隙間から覗き込む時の動きそのものだった。祖母は続ける。帰ってくるとね、必ずあの子は襖を動かすの。ここにいるよって知らせるみたいに。でもね、亡くなった後、その動かし方が少し変わったんだよ。変わった？うん。生きている時は遊びの延長でずらす。でも今は探しているみたいにずらすんだよ。自分がどこにいるのかわからなくなってしまったあの子がね。祖母はそこで言葉を切り、仏間を見つめた。昨夜の幅、あれはあの子が最後に通った幅と同じ。覚えてしまっているんだろうね、
体はないのに習慣だけが残ってしまったんだよ。朝の光の中、廊下を見ると、襖はまっすぐと閉まっていた。けれど、昨日までついていなかった薄い指の跡が木枠にそっと残っていた。まるでここに隠れようとしていたとでも言うように。